の頭があって尻尾があっての状態で今、はい、これが違うかな、これ開けてみましょう。はい、で魚体に対して背中側と腹側でこう持つ分には見割れはしません。はい、もうこう横で持っちゃうと見割れをするんで注意するような感じにしましょう。そしたら輪ゴムを外して、この紙は後で保管の際に再利用する場合は、取っておくっていう風な形ですね。でマグロをおろす時にはこのマグロの皮って結構汚いんで、なんだ必ずまな板を1回洗うような感じにしていきましょう。こういったリードでくるまれてますんで、そうするとこういった形ですね。はい、そしたらですね、ここに血合いがあって、はい、要はこの状態で、はい、身があったよっていう形なんで、頭がこっち側、はい、で尻尾がこっち側、はい、でこれさらに言うと、この個体に関しては真ん中の部分があって、で尻尾の部分があるって、はい、でさらに頭を入れるとこのぐらい、はい、かなり大きめの個体になります。この背中側の紙で中下で、この背中側の紙が一番値段がつきます。はい、で腹側の紙で、この腹側の紙については基本的には大トロの部分でも使えるんで、次か、2番目ぐらいですかね。一番値段がつくのはこっちかな。はい、腹側の中ですね。だから1番目、2番目、3番目、4番目、あと尻尾の部分っていう風な形で値段がつきます。そしたらですね、こちらを下ろすときにはまずこの血合いの部分ですね、これを取っていく。はい、そしてこの左側から取っていく。こちら、はい、この血合いの部分はこっちから見たときとこっちから見たときと血合いの入り具合が違うんですね。だからこうえぐってきます。はい、えぐっていくけど、こっちの頭側は血合いが少ないんで、はい、こっちの血合いに合わせながらまずは取っていく、こんな感じですね。でこの辺からこの血合いに合わせて、はい、でえぐりながら取っていくというような形で、あまりこの血合いの部分を取りすぎちゃうとぶどまりが悪くなっちゃいますので、はい、こっち側も、はい、要はこういった形でえぐっていったっていうふうな形です。この丸に合わせながら、はい、このまま切り取っていきます。この血合いが残ったら柵取りした後でも構わないんで、柵取りした後に必ずこの血合いの部分をきれいに取り外すようにしてください。この血合いが残ってるとその部分から身がどんどん劣化していくんですよね。でこの血合いに関してはこの場合生のマグロなんで、血抜きしてあげれば全然使えます。血抜きする場合はこれ細かく切り刻んで、はい、でブロック状にしてから、はい、で今の状態でもこの血合い、腎臓の部分なんですけど、腎臓やこの血合いの部分なんですけど、この部分からやっぱ血が出てくるんですよね。はい、それなんで流水でずっと流したりとか氷水につけておくですることで基本的には血生臭さがある程度軽減されます。でニンニク醤油とか生姜醤油とかにつけて、はい、で焼き物なんかで使っていくっていうふうな形ですね。その他もう一つ、こっちの背中側に骨があったり、この天パのですね、こういうところに骨があるときには、この時点で取っておきましょう。この筋の部分ですね。ちなみにここのちょうど筋のあたり、この部分がとっさきって言われる部分で、はい、マグロの希少部位なんですけど、この部分が脂があって、はい、で味がしっかり濃い部分です。はい、セトロとも言われる部分なんですけど、要はここからヒレがあるから、でヒレの部分で動くから筋肉質の割に脂がしっかりと乗ってるっていうようなパターンですね。はい、そしたらこちらを下ろしていくときには、このぐらいの長さの場合はもうそのままサク取っていいんですけども、マグロのおろし方っていうのは基本は尻尾側から頭側に向かって切っていきます。はい、これはどの魚でも一緒です。テンパを跳ねるって言って、こっち側から取ってもらっていい。でまずは刺身用で使う場合は指3本で、握り用で使う場合は指4本、要は8センチで取るか5センチで取るかなんですね。それを残して上の部分をテンパをしてあげる。テンパは点を跳ねるっていう意味なんで、この上側の部分を切り離してあげると、要はここの部分で赤身なんですよね。で皮目の部分が中トロとして残る。はい、
それなんで、刺身用で握り券用でやるんだったらこの3本で取っておく、はい、そうじゃなければこの8センチの4本で取っておくという形で上の天パを跳ねてしまいます。そしたらですね、尻尾側からだから、はい、指4本で残して、はい、こういう牛刀なんかがあった方が刃の角度で持ってかれないし薄いから、はい、そのまま切っていきやすいんですけども、はい、でここのラインを合わせて、はい、でこっちから尻尾の方まで下ろしていきます。ちょっと分かりやすい。これちょっと見やすくするために今ちょっと切ってます。今度はここカットしないですよ。はい。このぐらいの感じで、大丈夫。はい。でこの血合い下の部分からここから1番、2番、3番、4番、5番っていう風な形で、最後はここ血合い岸とか、血合い岸じゃないな。ここはセトロとか手はぎって呼ばれる部分で呼ばれます。はい。そしたら左手で押さえてこういった形で切っていきます。はい、で切る時にはここの柵の幅、ここはだいたい2センチですね。はい、ここがあんまり3センチとかってなると刺身なんかで使った時にすごく使いづらくなっちゃうんですね。はい、それなんでできれば2センチから、いっても2.5センチぐらいの厚さで切ってあげるといいかと思います。はい、そしたら左手を添えてあげて、はい、でまずはこの魚体に対してだいたい直角になるぐらいの、はい、こっちの頭にこの部分からですね直角になるぐらいの感じで、はい、で、筋はこっちで引いて切っちゃうと身が割れちゃいますんで頭側に向かってこう押しながら切っていきます。はい、で切れ込みがある程度入ったら、はい1等でいけなければ2等で、はい、持っていくって感じですね。でこの皮目ギリギリまで切ったら、はい、そしたらこっちの反対側から、この皮目ギリギリに合わせて切っていくと。こういう形ですね。そうするとペロッとこんな感じで取れます。でこの時にポイントなのはこの血合いの部分、はい、これが残りますんで、この血合いの部分に関しては同じく筋と一緒に取ってあげましょう。血栓なんかが残ってる時も一緒ですね。取っといてあげないとその部分から血生臭さが回っちゃいますので、この血合い下って部分はマグロの味としてはすごくしっかりしてるんですけど、血合いの元にあっただけあって変色がなかなか激しいんですよ。そしたらこの手前側に身の個体がしっかりしてる時にはこのまま引いてあげても大丈夫は大丈夫です。はい、ただ切れ味のいい包丁を必ず用意するようにしましょう。でこの反対側から切ってあげる。そうすることで皮目ギリギリで切ることでここが切りつながる。はい、こんな感じです。そしたら残ったのも切っていきます。それで頭側の場合はここに骨噛んでるんですよね。はい、ここ骨噛んでるから、ここ無理して、はい、持っていこうとしてもなかなか持ってきづらいから、こっち裏側から切って切りつながったら残ったところはこの骨に合わせて切っていくというふうな感じでやっていきます。この骨ですね。この骨に合わせながら切っていく。そうするとちょうどこの部分で切り取る。そしたら同じくできれば押して切った方がいいんですよ。はい、ただ押して切ると身が割れちゃうんで、だから上身の時なんか引けるんですね。はい、ただ切れ味のいい包丁とか柳刃包丁でもっと刃渡りがある包丁、はい、1等でいけるんだったらこれで一気にいっちゃいます。で反対側から持っていくと。この骨噛んでるところに関しては硬いんで包丁がやられちゃうから、はい無理してそこは、はい、やらなくても大丈夫です。ただ一発でやった方が明らかに身の仕上がりが変わります。はい、切った時の段差がなくなるから綺麗になるんですよね。はい、この状態。こっちだとこの段差がどうしてもできてしまう。
まあ、ただ切り付けにした時にはそんなにわからないんで、あまり気にしすぎなくても大丈夫です。そしたらもう一発分、はい、取っていきます。で今回の場合は結構皮目ギリギリで取ってますが、皮目ギリギリで取りすぎると、はい、こういった形で皮の筋なんか残っちゃったりしますね。で皮の筋が残った場合なんかはこうやって一回一回取ってあげるっていうことが必要になってきちゃうんで、はい、だから一番脂乗ってる部分なんですよね、この皮目の部分が。それなんで切るときに1ミリ浮かして、はい、1ミリから 0.5 ミリ程度浮かして切ってあげる。そうするとこっちの皮目側に肉を残して、はい、切っていくっていうこともできます。でこっちに残ったのは引っかいて、ネギトロって呼ばれるものですね、ネギ取るっていう意味合いで引っかいたもので、トロの状態で使ったりします。はい、そしてあとこっちの最後の部分、筋が弱い場合なんかはもう1本取っちゃいます。だからこの筋が一番強いんですよね。はい、この筋がすごく強いんで、この筋の部分に関してはこの三角形に残ったこの部分だけ赤身として残してあげる。でこの筋の部分は筋の部分で取り外してあげるっていう形にしてあげると、この後の工程がぶどまりよく使っていくことができます。じゃないとこの状態で柵を取っても筋が強かったら全部筋が強い中トロになっちゃうんで、はい、そこはお店の使い勝手によって、はい、分けていきます。ここに合わせて切っていく。でこっちから見るとこの部分が筋が強いんですよ、はい、それなんでここまでの赤身だけをすくい取ってあげる、はい、でこの部分から赤身の部分を切り取ってあげる。そうすると純粋な筋が少ない赤身が同じく1個取れます。そしたら残った筋の部分は筋の部分で切り離すと、はい、こんな感じですね。ただ最後の、この背中側、これに関しては手はぎって呼ばれる。この手はぎに関しては指突っ込めばこんな感じでペロッと取れます。はい、ただ一番最後の筋の部分は取りづらいんで、この筋に合わせて持っていくと、はい、そうするとこんな形で取れます。ただここの筋の部分がすごく強いから、この筋の部分だけは削ってで引っかいてあげるというような状態になります。でこの皮の部分はスプーンで引っかいて、はい、この血合いなんかがある場合は無理して引っかかなくても、はい、こっちの頭側の骨があったところの肉ですね、はい、こういったものは、引っかいてやってあげれば、ある程度、はい、これもネギトロみたいなしっかりした脂がある状態で使える。これでネギトロの部分ですね。残った先ほどの部分なんかもこれも同じく筋を残して引っかいてあげれば、筋が取れて鉄管の状態で使うことができるというような形になります。この筋のこの部分映るかな。はい、映ってます、この部分がね筋が強いんですよね。それなんでこの筋の部分を取っていきます。でしっかりと固定してこの筋の部分をしっかりと取っていく。包丁が引っかかる場合なんかは基本的にお客さんも噛み切れないんで、はい、それなんである程度しっかりめに取ってあげましょう。ただこれ気をつけなきゃいけないのは中トロの部分と、これも中トロなんですよね。ただ全体的に脂が乗ってる中トロなんで、こっちの赤身と普通にこの真っ赤な赤身と使ってあげる部分にはいいんですけど、
油が薄い赤身を赤身として使う場合なんかはこれが中トロなのか何なのかっていうのが食べたら分かるんですけど結構分かりづらいんですよね、はい、それなんで色合いが近い部分なんかにはちょっと使いづらいと。そしたら赤身の天パの取り方ですね。はい、こっちでいいよ。赤身の天パの取り方に関しては、はい、基本的にここの高さ、はい、これは2センチ残して2センチ残してってなったら3等分になります、はい、でその状態が一番ロスが少ない状態になりますので、という形で取ってあげた方が、はい、で尻尾の部分がこっち側になるので、この状態でまずもう一つ天パを跳ねてあげると、はい、でもう一つさらに天パを跳ねてあげる。そうすると2センチの高さの柵が3つできた感じになりますね。でさらに言うと、ここからさらに使いやすくするんだったら8センチの柵が一番ベストなんですよね。これを真っ二つに切るか、はい、それか、1個取ってから残りがこっちが8センチっていう風な形にするか、で1、2、3っていう風な形で分けるかっていう風な形にすると寿司には使いやすいんですけども、分ければ分けただけ両端が出るんですよね。そうするとぶどまりが悪くなっちゃうんで、はい、使う工程に応じてこの状態で分けとけば OK です。はい、だからこの時に気をつけなきゃいけないのが、はい、先ほど言ってたこの血合いの残りですね。はい、残りかすがこういった形でついてるとよろしくないんで、この部分は軽く削り取ってあげましょう。はい、これは赤身の天パ側をやるときなんかには若干の残りかすがあったりするんですよね。あと血がにじんでるとことかも同じく取っといてあげる。はい、で形を取っとかないとそこから色がどんどん変わっていっちゃいます。という感じですね。はい、あとは血栓が入ってる場合なんかもあるんですけど、血栓入ってる場合、太い血栓の場合は骨抜きで普通に抜けます。はい、それ以外のはもう諦めるしかないですね。はい、そしたら保管するときには基本としてはこういった形で置いてから、はい、しっかりとくるんで、で麺器にしまってあげるというような形ですね。でマグロは必ず重ねないように、重ねると色が変わっちゃいますんで、はい、であと冷凍する時なんかはラップでしっかりとくるんであげた状態で冷凍をしてあげる。巻いてこの手前側をしっかりと、はい、なるべく空気を抜いてから、はい、そしたら折りたたんで巻いていくというような感じですね。はい、でこの状態で麺器の蓋かなんか、はい、シルバーのバットかなんかに入れて冷凍庫に入れるというふうな形にしてあげれば OK です。で解凍するときには基本的には冷蔵庫に入れて低温解凍、前の日の晩ぐらいから入れておくと半氷ぐらいになりますんで、そうするとペーパーでくるんで、はい、でまた解凍してあげると、はい、ドリップが少ない状態で、そのドリップ、余計なドリップは後からくるんだリードが吸ってくれるような形になりますんで。